はいどうもストックロックです。今日はですね、シグマンさんからレーザーレベル型番が CM の701っていうモデルを提供していただきました。ありがとうございます。もうね、早速開けていきたいと思います。おー、ハードケースじゃないですけどソフトケースなんですけど、結構硬い感じのソフトケースですね。すごく質感高いっすね。今までやってきた中で一番質感高いケースじゃないかなこれ。なんか高級感があるケースになってますね。じゃあ開けてみます。パカ。中身はこんな感じですね。かなり綺麗に収まってる感じ。硬質のスポンジも中に入っていて、その中にそれぞれ収まってる感じですね。でこの上にもこれ見てください。これ防音のスポンジみたいなちょっとボコボコしてですね、これが上に貼らさってます。ケースかなり質感高いですよね。で中に入ってるもの、土台になる部分かな。このレーザー墨出し機を乗っけるための土台、あとこれ L 型のブラケット、これ本体ですね。本体はねかなりコンパクトです。これ思ってたよりかなり小さいですね。もっと大きいものが届くと思ってた、正直。あとなんだこれ、おー、リモコンがついている。これはポイント高いんじゃないですか。なので遠くからきっとレーザーを出したり、切ったりっていう調整ができるんだと思います、こいつで。あといいですね、タイプ C の充電ケーブル。そう、こいつね充電式なんですよ。かなりいいっすよね、充電式って。あとこれ、はい、これはちょっと受ける方かな。立てかけておいてレーザーを照射させて、レベルを見るというか、そんな感じの板ですね。あと説明書でね、説明書はねこれ全部日本語ですね。かなり良心的な説明書になってるかなと思います。入ってるものは以上になります。これで全部ですね。かなりね質感高い、すごく期待してます。で自分はね正直この手の本格的なものは使ったことないです。外でウッドデッキ作ったり小屋作ったりする時も別になくてもできるので、自分土木業出身なので測量とか結構やってたんですよ。オートレベルとか高波測距儀なんて言ってね、光のレーザーを飛ばして距離を測る機械ですね。あんなのも使ってたので、それなりの測量の知識はあるんですけれども、それの延長線上でそういう測量器具がなくてもレベルを測ったりそういうことができるような基本的な知識は一応持ってるつもりなので、そういうのもあって今まで必要としてなかったんだけど、こういうレーザー墨出し機をね1台持ってると非常に便利ですよね。これからねウッドデッキ作る人とか、棚を取り付けるとかそういったことにも使ってもいいのかなと思います。それではね早速使っていきたいんですけど、こいつ充電式ということでいつものもう儀式ですね。バッテリーを充電してから使いたいと思います。で差し込み口はねここですね。ここをペロッと、ここにタイプ C のジャックがありますので、この機種にはね USB アダプター付属してないので別途 USB アダプターを購入するかなんかして、この USB を挿して充電してください。充電のねケーブルはちょっと短めですね。30センチぐらいかな、長さは。ちょっとケーブルが短かったので違うケーブル使いますね。これをペチッと、バッテリー表示は4段階で、今3つ目まで入ってます。で4つ目、はい、これを充電してますっていう感じですね。75% あるみたいな感じですかね今。なのでこれちょっと満充電してから使ってみます。はい、ということで充電が終わりました。マックスですね。ではこれから使用してみたいと思います。はい、今ね準備が完了しました。実はね準備してからちょっといろいろ先に遊んでみたんですけど、これね先に言っとくけどかなりいいです。 DIY で使うにはほんと十分だと思う。冒頭で自分はレーザー墨出し機なくても別にできたから、あってもなくてもどっちでもいいんじゃないみたいなこと言いましたけど、これねあった方が絶対いいね。楽だよ。これからいろいろ説明するんだけど先に言ってきます。おすすめですこいつ。で本体なんですけれどもこんな感じで、3つのねレーザーが出ますね。3方向に出るって感じかな。フルではないんだけど本当にね機能的にはかなり十分だと思います。スイッチがね2つあります。まず1つがこの上の赤い電源スイッチ。これをね長押しすると緑のレーザーが照射し始めます。これを押してレーザーを出すときはただレーザーを出すっていうモードですね。なので自分で、このレーザー墨出し機を水平取った状態で水平なところに乗せて、ただレーザーを出したいときはこれをオンにしてください。でここに V1 と H と V2 ってあるんですけれども、これはねレーザーの切り替えですね。一方向だけオフにしたいとか一方向だけオンにしたいとか、そういった時に切り替えられます。例えばこの H っていうのを押すと、はい、この上のレーザーが消えます。オンっていう感じですね。で V1、V2 もそれぞれこっちの逆側とあとサイドですね、はい、これを切り替えることができます。
で、電源をオフするときはこの電源ボタン、また赤いのを長押しする。こんな感じで切れます。で、横にねこんなスイッチがあるんですよ。はい、鍵マークの閉じたのと開いたの、これは何なのかっていうと、こっちはね自動レベリングモードです。説明書を見るとプラスマイナス4度まで対応ってことなので、プラスマイナス4度以内であれば、水平とか垂直とかそういったものを自動で調整してレーザーを照射しますっていう機能になります。なのでほとんどこっちの方がよく使うんじゃないかなと思ってますね。で、ただこれ移動するときは必ずオフにしてくださいっていう説明があったので、それだけは注意してください。必ず置いてからこれをオンにすると。そうすると今壁映してないですけど、もう本当にね水平のラインと垂直のライン綺麗に出てます。こいつが勝手に調整してくれるってことですね。下の交わったライン、はい、こことあと天井にも同じラインが出てますんで、なんて言うんですかね、ちょうど真下真上の部分がちゃんと計測できているっていうことになります。これって結構便利で、これかなり大変なんですよ。ここの真上ってどこなんだろうってなった時に測るっていうのは非常に大変なので、これはねレーザー墨出し機がないとなかなかね計測するのは難しいと思います。で、レーザーはね緑色でかなり見やすいです。距離もねすごい飛んでくんだけど、この今撮影してる小屋の中ではもう全然余裕すぎますね。360度全部線ぐるっと水平ラインも囲めてるような状態なので DIY レベルは超えてるね。で、実際にプロの人がどういう風に使用してるのかって僕見たことないんですよ。なので僕がこれ使うってなると棚を設置したりとか、あと外で、ウッドデッキこれから作るってことはあんまりないけど、仮にこれから作るとすれば、今までは全部手でやってたけどこれ使いますね。楽だと思います。一箇所に設置しておいて全部水平ラインが出てくるので、計測するっていうのはすごい楽になるかなと思います。で、もう一つねすごくいいなと思うのが、これねリモコンがついてるんですよ。なので、遠くから例えばこの V1 いらないってなったらこれ消せるんですよね。 V2 もいらない、これ水平ラインだけ H だけでいいよっていう状態にもできます。で、あとね色の濃さも調整できます。初期状態だと色の濃さマックスになってるんですけど、リモコンでいうとスマホの電波のマークみたいなこれを押すと色の濃さを調整することができます。4段階あるのかな全部で。これマックスですね。1個減らしてもう1個減らしてさらに減らすでマックスっていう感じなので、使う場所の明るさによって、レーザーの光の強さ明るさを変更できるということで、これもかなりいいですよね。機能的にはもうこれで抜群なんだけど、もうこの自動レベリングがあるっていうこと自体が僕もうすごいなと思っていて、もうこれすごい使いやすいですよね。ポンって置いてこの横のスイッチをオンにするだけで勝手にレベル取ってレーザー出してくれるんですから、もうほんとこれ以上の機能はないのかなと思ってます。で、冒頭で付属品を説明しましたが、こういうのね、L 型のブラケットなんかも付属してますんで、例えば裏に、ネジ穴がありますんで、これをブラケット取り付けると、はい、取り付きました。これをどう使うかというと、このブラケットのね裏面を見てみると、ネジで引っ掛けれるような穴が開いてるのとマグネットが2つついてますね。例えば壁にねビスを1本打ってそれに引っ掛けて使ってもいいですし、ビスで固定するって感じですね。壁が金属であれば、金属のポールとかでもいいんですけれども、磁石で貼り付けることができます。はい、こんな感じで壁に取り付けることができます。これをオンにするとポン、はい、こんな感じで光るわけですね。これかなりいいよねこれちょっとね DIY じゃ持て余すんじゃないかなっていう気もしてる。こいつね1万円台前半で買えます。有名メーカーのところよりかなり安いんですよ。だいたい3万オーバーっていうのが平均的なんじゃないかなと思うんですけど、上見たらキリないけどね、この機能で1万円台前半は本当に破格で、3年保証がついている。なので今のところめちゃくちゃおすすめできます。で、もう一つこういう台がありますね。この上にレーザー墨出し機を設置するんですけれども、これを回すと回転するんです。こうやってやったら戻りますね。はい、こういう機能が備わってるんで、墨出し機をつけた後にですね、ここで方向を変えれると。下はちょっととんがってますんで、下が土とかだったら刺さるのかなそういう使い方するのかわかんないけど、屋内だと思うんだけどね、主に使うのは。そんな感じの台がついております。で、もう一個、前に紹介したこれ。はい、こいつ。壁につけてブイーンブイーンってなるやつ。こいつもね、利用できます。このシグマにね、標準で付属している L 型のブラケットは、ビスで固定する、またはこの磁石で固定するタイプなんだけど、前に紹介したこいつは、空気を真空状態にしてくっつくっていうものだったので、例えば、このね、上についているアタッチメントを取り外して、
ブラケットタイプのものを取り付けます。ガチャッ。はい。そうするとこいつこの上にねレーザー墨出し器取り付けられますんで、取り付けてみましょうか。これほんと磁石強力だな。なかなか外すの大変ですね。じゃないとね落ちたら大変なんですけど、はい、こんな感じですね。こんな感じで取り付けてあげると、こんな感じで取り付けることができます。では実際にね木の壁にちょっと取り付けてみましょうか。どうなるか。今はあんまりね水平気にしないで取り付けたんだけど、だいたい合ってればプラスマイナス4度以内であれば補正が効いてくれるので、このね水平器を見てだいたい取り付けていただければまず間違いないかな、その範囲には収まるかなと思います。この状態で横にあるスイッチですね、これのオートのスイッチの方をオンにします。そうすると、勝手にレベル補正してくれますんで、これ分かりますかね。ドアのラインとぴったり合ってるの。ずれてるとすればドアのラインがずれてます。それほど正確にレベルが出てるんですよ。この縦のラインもほとんど合ってるし、このドアに関してはね割と垂直に取り付けられてるのかなと思います。でこれね向きも変えれますよね。こんな感じで向きを変えてあげると、さっきまでこれ下のライン見えなかったんですけどね、あと横縦、あと上ですね、天井と下のラインも綺麗に見えますんで、本当にね便利に使えるかなと思います。この組み合わせ結構最強かもしれないね。ちょっと見づらいかもしれないけど、ここにね交わった点も見えてるんですよ。でここのじゃあ水平ライン逆側はどうなってるのかっていうと、はい、見えますかね。ここですね。先ほどのレーザー墨出し器を設置してた部分、そこから垂直ラインがこの逆側まで来てるんですよ。上をぐるーっと一周してここに来てます。すなわち完全に先ほどの交わった点の逆側っていうのがここなんですよ。これってすごく便利だと思いませんか。こんなことなかなかね測定するのねめんどくさいと思うんで、高さも一緒だし、本当に四角い箱のちょうど逆側みたいなね、そんな位置が出せますので、これはすごく便利な機能だと思います。ちょっとね画面ではね線見づらいですけど、今実際目で見た感じでは綺麗に見えてます。これ電気消すともっと見えますね、きっとね。撮影で明るくしてるんでねちょっと見づらいですけど、照明落としてあげるともっとこんな風に綺麗に見えますね。はい、ということでいろいろ検証してみましたが、最後に総評をお伝えしたいと思います。まずねおすすめできるかどうか、 DIY 目的の人であればおすすめはできます。プロの方は正直ですね、プロのシーンでレーザー墨出し器を使ってるところって見たことないので、プロ用のねこういう墨出し器も使ったことがないですし、ちょっと評価できないですね。 DIY ではね全然 OK、 これで十分、むしろオーバースペックっていう感じでした。いい点はかなり質感が高い。レーザー墨出し器っていうと3万円以上する製品が多い中で、1万円台前半でこの質感、この機能を備えてるっていうのはもう本当にねオンリーワンなんじゃないかってぐらいすごくいい製品だなと思いました。最初の1台にはもちろんうってつけですし、よく使う人はサブで持っててもいいのかなっていう気がします。ただね先ほどプロ用のね墨出し器を使ったことがないって言いましたけれども、そういったね精度の違いっていうのはもしかしたらあるのかもしれませんね。精度はねこれ自動のレベリング機能がついてるんで、そんなに線の狂いはないかなと思いますけれども、例えば線の太さだったりそういったところがねこういったレーザー系のものって違いますんで、そのあたりがねプロ用と比べてどうなのかっていうところが1点懸念しておりますね。ただ DIY だとそんな1ミリ狂ってたからどうだっていう話でもないので、自分みたいな用途で使う人にはかなりいいし、むしろオーバースペックですっていう感じです。気になった点もあります。この三脚、この足ですね、これを使った時なんですけれども、これいいもんなんですよ。こうやって置けるし、ノブを回すと回転できて結構いいものなんですけど、これを使った時にねちょっと弱点があるんですよね。はい、これ今オンにしましたけど、このレーザーの照射するところがこれちょっと切れてますよね。これなんで切れてんだろうなと思ったら、レーザーを出すとこの窓が、四隅に柱みたいのがあるので、こういうちょっと近い部分が切れちゃったりするんですよね。それがちょっと残念だなって思ったのが1点と、あとこの三脚を使った時にこの三脚のここ見てください。これ全く照射されてないですよね。これかぶっちゃうんですよ、近い距離。ここの上はもう三脚の上にレーザーが出てますし、これもねしょうがないといえばしょうがないのかもしれないですけど、この三脚をメインで例えば近距離だけを測りたいみたいな人にとってはどうなのかなっていうところはありました。これがちょっと残念な点ですね。
それであればこれ三脚使わないで直置きしちゃえばいいじゃんみたいな話も出てくると思うんで、そういった感じで使うのであれば全く問題ないのかなと。強いてね欠点を挙げるとしたらこれぐらいでしたね。ただレーザー使う時ってそれなりに距離飛ばすんで、こんな距離あんまりチェックすること僕はあんまりないかな。それを差し引いても十分なコスパがありますので、レーザー墨出し機欲しいんだよ、検討してるんだよって方はですね、シグマンの、CM701 っていう機種をね試してほしいなと思います。これね本当にいいですよ。コスパ最強だと思いますね。でシグマンさんからですねこちらの割引クーポンいただいておりますので、概要欄の方に貼っておきます。ぜひともね少しでも安くこの機種をゲットしてみてください。なんか今回は正直今まで提供していただいた商品の中で一番質感が高かった、そして機能も優れていた、なんかそんな気がしますね。で Amazon レビューも結構いいレビューが書かれてるんですけど、正直うなずけましたね。ケース一つとってもしっかりしてるしね、これで1万3000円程度で買えるのであればかなりおすすめできるなって個人的には思いますね。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になったって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。